こんにちは。今回もバージョンルナ7遊興の激戦エクストラを星5キャラ無凸星4武器のみ生異物スコア130以下でやっていきます。最初の敵は狼、編成はイネファ付き関連編成です。さてまずはバリア割り。今回はスクロで通常に銃撃ジャンプか通常にスキルジャンプぐらいを使っています。ポイントとしてはジャンプキャンセルで床から出てくる氷攻撃を避けて氷付着による行動速度低下が起こらないようにしています。スクロ爆発は温存してても23秒ぐらいでバリア割れてますね。前回の動画ではフリンズを使った月関連編成をやりましたが、今回はフリンズはなしで代わりにフィッシュルを採用した編成をやっていきます。当然フリンズを採用した場合と比較すると火力が伸びにくいです。そこで今回はコロンビーナとイネファの両方に点球を持ってもらって2人の会心率をぐっと伸ばしていくという方針を採用しています。弊チャンネルでは気候武器も使ってないので大体の場合会心系のステータスが不足しがちなんですが、ここを点球がぐっと伸ばしてくれるのでありがたい生異物ですね。点球は装備したキャラがフィールド上にいる時に月反応が起こると会心率を4秒間バフしてくれます。会心率バフの効果は裏に下がっても継続時間中は解除されません。つまり4秒以内にキャラを切り替え続けてバフをかけ直し続ければ点球のバフを2人に入れることができるということです。変な構成ですが少なくとも自分の環境ではイネファが暁を持つ場合よりも少しだけ DPS が高かったです。なるべく4秒ごとにイネファとコロンビーナをフィールド上に出しつつスクロの攻撃やフィッシュルの渦設置を挟みます。 DPS を画面左に出してますが2ローテ回してだいたい10万弱ぐらい。まあ正直暁装備と数パーセントの差しかなかったので生異物スコア縛りしてる変な人以外は暁のスコアをもうちょっとだけ良くなるように厳選する方が楽だとは思います。ということで狼は突破です。次の敵は水系タルパ、編成はスカーク凍結編成です。タルパは水元素生物なので水元素攻撃は無効なんですが、今回はいつものフリーナをそのまま採用しています。フリーナはダメージバフを配りつつ洗顔で攻撃力をバフしつつ西風で粒子生成もしてくれます。ちなみにフリーナの西風粒子を出すためには通常を振る必要があるので注意。また一応スカークの固有添付の全員のスキルレベルプラス1は水元素と氷元素のキャラが最低1名はいないと発動しないので、そういう意味でもフリーナを採用する価値があります。もちろん神格と変える場合はそちらの方が良いかもしれません。ちなみにフリーナの枠は超運にしてみたりしたんですが、自分の環境では少しだけフリーナの方が良さそうでした。一応エスコフィエに風神の矛を持たせると超運編成でもクリアできましたが、2022年の武器使うのはできれば控えた方が良いかなということで今回は火力が足りたフリーナを採用しています。まあ代わりに採用している玉ゆらテイも1年ちょい前の武器なんですけどね。さてマービカのコンボはちょこちょこやっていますが、スカークのコンボからはまだ逃げ続けています。というかタルパの攻撃が普通に痛いので今回はスカークで攻撃中に回避しながら戦っています。 DPS を左側に出しています。敵は水付着想定でフリーナの火力がゼロになっているのもあって2ローテ回してもだいたい8万前後ぐらいしか出ていません。スカーク編成的には敵が水付着してる恩恵は全くないので純粋に火力ダウンって感じですね。さて編集している今日から見て来週の火曜日は祈願更新日です。新しく実装されるのは氷アタッカーの漏煙ということで非常に楽しみですね。スカークは凍結編成用って感じでしたが、予告番組を見る限り漏煙は凍結も妖怪もありって感じでいろいろやれそうですね。天賦的にハイキャリは不向きみたいなのはありそうですが、何にせよ楽しみですねということでタルパ突破です。最後の敵は海岸せし者、編成はキーニチ編成にギミック対処のためにアヤカを採用した編成です。今期の遊興はこれで3つ目ですが、1つ目の動画では紫白プラスアンバーでギミックで蒸発させる編成、2つ目の動画ではラウマを入れた列界化編成でこちらもギミックを蒸発させていました。3つ目の今回の編成では妖怪もやっておこうということでアヤカ採用になっています。ちょっと工夫している点としてドゥリンの白黒を切り替えています。普段は白ドゥリンで草耐性ダウン、ギミックを壊す時は黒ドゥリンで妖怪を狙っています。今回の編成ではギミックを炎と氷に変化させますが、ギミック破壊時のダメージをより大きくするためには氷元素のギミックを先に壊して炎元素側で妖怪を起こす必要があります。また氷のギミックだけ残ると燃焼が止まってしまうのでキーニチスキルが打てなくなってしまいギミック壊すのに苦労することになります。
キーニチは両方同じぐらい削ってくれるので、アヤカとドゥリンのダメージを比較してドゥリンの方のダメージが高い必要があります。にもかかわらず今回はドゥリンが森林を持っているので、普通にやるとドゥリンの火力がアヤカよりも低くなってしまい、炎側が先に壊れて火力が下がってしまいます。ということで今回はギミックを出される前に黒ドゥリンに切り替えておき、ドゥリン自身の火力を伸ばすことで氷ギミックが先に壊れるようにしています。ドゥリンはだいたい編成で白黒決まるイメージがありますが、こういうパターンもあると面白いですね。さて、今回はキーニチの操作は甘えて4発しか打ってません。自分でも長押しで5発は打てることが多いんですが、海岸セシは小さくて動くのでだいぶ苦手な感じでした。ジャイロエイム練習しなきゃ。ということで今回も無事にクリアできました。今期の遊興の動画はこれで3つ目で、あともう1個ぐらい出せると良いなと思っていますが、あとは本当にマービカで狼を貫けるかどうかにかかっています。期待せずに待っていてください。ということで、最後にステータスの紹介です。